なんだここは。あれ、昨べは普通に寝て、なのになんでこんなところで目覚めるんだ。おーいユッキー、みんな。ようこそ死んだ世界戦線へ。助かった。ねえ、ここどこ？助かってないわよ。あなた死んだんだもの。ここは死後の世界よ。まさかキャンサーとの戦いで死んじゃったの？あら、あなた戦時中の人？しかもキャンサーって何？地球外から攻めてきた生命体。何その SF みたいな世界。ゲームみたい。ゲームみたいな世界で戦ってた。ずいぶんへんてこな世界で理不尽な目に遭ってきたというわけね。理不尽な目にはあったね。共に神に復讐をしましょう。神？どうして？理不尽な目に遭って命を落としたのは結局のところその運命を決めたのが神だからよ。運命？そもそも神なんているの？いる。私は信じてるわ。まあいたとしても神には興味ないな。なんで？敵はキャンサーだもん。でもあなたはそれに立ち向かわされて死んだのよ。好きなこともできないで。好きなことはやりまくったよ。ライブしまくったり、仲間と遊んだり、ドーム住民に感謝されまくったり。その年でどんな充実した人生よ。でもまだキャンサーとの戦いは終わっていない。だから帰りたいんだけど、どっちに行けば帰れる？死んだのに帰れるか？無理なの。死んだ人間が生き返れると思う？それ言ったら死後の世界があることも知らなかったし、こうして肉体も自我もあるんだから、えいって気合い入れたら生き返りそうじゃん。死亡が確認されてからえいって気合で生き返った人間のニュース聞いたことあるか？奇跡的に生還みたいなのはよくあるじゃん。あれ全部気合だと思ってる。だったら誰もが気合入れて生き返るはずだろ。あれ、ほんとだ。あなたバカなの？でも心霊写真とか心霊映像に映り込むぐらいなら気合でなんとかなりそうじゃん。それって生き返るんじゃなく死んだままでしょ。天使！天使なんかがいるの？神の使いよ。あの子が？あれ、隣にはユッキー。知り合い？おう、ルカもいたのか。ここが死後の世界だなんて言われて困ったよ。ここどこ？知らねえよ。地下に閉じ込められたみてえだ。はい？どういうこと？こいつが立花奏というらしいが教えてくれた。その子から離れなさい。我が先生の敵天使よ。ユリ、そんな仲違いをしている場合じゃないわ。ここおかしいの。もともとこの世界はおかしいことだらけよ。敵がいるの。それがあなたじゃない。違う。私も襲う異形の生命体。おそらくあたしらの敵キャンサーだ。キャンサーってあなたの現世での敵じゃないの？ということはここは死後の世界なんかじゃなく、私らの生きてる世界だってわけだ。よかった、死んでなくって。そうも言ってられないぞ。ここがどこなんだか全くわからないんだからな。通信も繋がらない。ほんとだ、電池も全然反応しないよ。これって電池というの。なかなか面白そうなガジェットね。え？なんであんたが持ってんだ？目覚めたら持っていたの。あれ？もしかして私も持ってる。これって何？電子軍人手帳。それは
私らセラフ部隊しか持てない代物だ。なんせ地球外生命体を傷つけられる唯一の武器、セラフを呼び出せる手帳だからな。なんてかっこいいの。なんで興奮してんのよ。意味わかんないのに。もしかしてセラフィムコードもあんのか。自分の士気が上がる文言が設定されてるんだけど、手帳を確認してみてくれ。もしかしてこれかしら。ガードスキルサモンセラフ。本当に呼び出しやがった。何これ、すごいわ。剣の形をしていて美しい。けど今ので敵に気づかれちまったようだな。何あの敵。あれがキャンサ銃は効かないの。そんなチャチい武器で倒せたら人類は窮地に陥っちゃいねえよ。ー。セラフをとっとと呼べ。呼べなければ隠れてろ。呼ぶわよ。私のセラフィムコード、これね。私は戦う。あんな人生受け入れられないから。呼べたわ。迎え撃つと。結晶のようになって砕けて消えた。この武器すごいかっこいい。ねえ、敵を知っているということはこの世界のことも知っているんじゃないの。そうだよ、目覚めたらここにいたんだよ。どういうことだよユッキー。そりゃ私だって同じだ。考えられるとしたら軍の抜き打ち的な訓練ぐらいだ。軍？あなたたち軍に所属してあんなのと戦っているの？でもこうして軍以外の人間と共闘するってのはどうにも理解できねえ。何の訓練なんだ。訓練なんかじゃないわ。なんでそう言い切れる。少なくとも私は神に復讐するためだけに存在するからよ。神？相当理不尽な目にあったんだそうだ。それはキャンサーのせいとかじゃなく、あるいはキャンサーの襲来を宗教的に捉えてるのか。キャンサーなんて知らないわよ。今ここで初めて戦ったわ。まあとりあえず先に進んでみよう。他に誰かがいるかもしれない。またかっこいい武器を呼び出して戦っていいの？もちろんそうしてもらわなくちゃ先には進めないだろうからな。この音は惨劇音。誰かが戦ってるに違いない。急ごう。キリエさん、私よ。ユリッペさん。おたまさんたちが戦ってくれてる。加勢しよう。あ私も。私は戦う。あんな人生受け入れられないから。ガードスキルサモンセラフ。助かりました。みんなは今までどうしてたの？目覚めたらこんなところにいて、悲鳴が聞こえて駆けつけてみたらこの子がいたの。そうしたらキャンサーが襲ってきまして。入江さんを守るようにして戦っていたの。サイキックのバリアのおかげで無傷や。そんな便利な力ねえだろ。何ですかここは。来た心地がしませんでした。もともと死んでますが早く帰りたいです。そう簡単にはいかなさそう。敵もうようよいるみたいだし。追い払ったことだし、それぞれ自己紹介をしない？それもそうね。私は中村ゆり。以上ね。あんたのことはユリッペと呼ばせてもらうぜ。なんで初対面でその相性をクリティカルに選んでくるのよ。あとの2人はみゆきちとカナディ。しおりんに呼ばれてたのと同じなので違和感ありません。私はカバディみたいで可愛らしいわ。カバディに可愛らしいイメージなんてみじんもないだろ。
で、9人おっても誰もこの場所のことは分からんちゅうんか？いいえ、ここまで来てようやく分かったわ。ギルドに至る地下通路よ。ギルドって？例えばこの私の銃や銃弾、そういうのを秘密裏に製造していた工場。このご時世そんなもの作ってどうすんだよ。神と、そしてこいつ天使と戦うのよ。違うと言っているのに。まるで別世界の話のようだな。それこそ神のいたずらかもね。神の存在を信じているの？そうらしい。謎の武器に別の世界から来たような女性兵たち、きっと私たちをもてあそんでいるのよ。二つの世界をつなげて、それぐらいじゃないと説明つかないじゃない？何ですかその奇怪なお話。ただでさえこっちはキャンサーと戦って大変だってのに、何に巻き込まれたってんだよ。恨むなら神か、この天使にして。こんな可愛らしい子は恨めないな。かっこいいと言ってほしいわ。そうか？私は陽動部隊なので、あなたと戦えないんですが。大丈夫、みゆきちもセラフ呼べば戦えるから。これ入江さんも持ってるでしょ？あれ、はい、何ですか？機械？それを持って中に書かれたセラフィムコードってのを口にしてみて。移り変わらぬ気持ち。盾タイプのセラフだ。これでどう戦えと？それでぶん殴りゃいい。さっき襲ってきた敵はその武器でなら倒せるらしいの。私も戦わなきゃいけないんですか？ただのドラム担当だったんですが。安心しな。うちのヨッキーもドラム担当なのに戦ってるから、やればできるできる。もともと叩いてたみたいに言うな。兵士の方が本分だわ。へえ、あなたたちも音楽をやるのね。ここを抜け出せたら聞かせてやるよ。地下ってことは上を目指せばいいんだな。そうね。ただ気をつけて。即死級の危険なトラップがいくつも仕掛けられてるから。はあ？自分らの工場になんでそないな物騒なもんが仕掛けられとんねん。こいつ天使の侵入を阻むためよ。違うと言っているのに。味方同士じゃなかったの？まあ今は結託するしかないようだけど、そのトラップにかかろうとも私たちの世界では死ななかった。でも敵も武器もあなたたちの世界のもの。死ぬかもしれないってことかよ。クソ恐ろしいところだった。そんな状況なのだけどいける？入江さん。一人置いていかれるよりはマシなのでついていきますが。もう一つ聞きたい。お前たちが作ったんならどこにどんなトラップがあるのかも把握してるんだよな。そこが厄介なのよね。無法地帯のようにトラップは作られていたから味方でも把握しきれなくなったの。そこからどうやって武器を調達してるんだよ。解除してもらって。お前たちがここにいるってことは解除されてる可能性もあるんじゃないか。そんなもてあそび方すると思う？じゃあ全て稼働してると考えるべきなのかよ。スリルがあって楽しめそうじゃん。死んだらそこで終わりだからな。国見みたいなやつだな。も
のこの私が何か？今意識して堂々としたろ。普段なんて言わねえだろ。入江さん、陽動部隊だったのに様になってるじゃない。もう敵をドラムだと思い込むことにしたんです。楽器をそんな憎んで叩いてたのかよ。いいえ、演奏中の彼女は変貌したかのようにトランス状態に陥るの。戦いにおいては正解よ。このドアをくぐらないといけないのだけど。タッチパネルのようなものがあるな。解除してくれよ。そうなのだけど、何この解除方法。あんたたちが使っていた場所だろ。何驚いてんだ。お題のようなものが記してあるの。読むわよ。こんなアニメは見たくない。その第1話の予告とは。なんだそりゃ。とりあえずボタンがあるから押してみるわ。なんだこの音。その言葉が画面に出てる。今のも出た。次々に浮かび上がる私たちの言葉。何が起こってるんだ？何でもいいじゃない。確かにそんなアニメの第1話見たくねえ。なんやこのメイド。少し上がったが一番上まで上がらないとダメなのか？大喜利であげろっての？すげえ、そんなセキュリティよく作れたな。いやいや、セキュリティになってねえよ。何なんだよ、説明してくれよ。おかしい。こんなの作った覚えはない。でも確かにこのドアを開けるにはお題で高得点を叩き出すしかないみたい。うちには関西出身のめぐみんがいるから頼もしいな。芸人やないわサイキッカーや。じゃあ3-1でやってみようぜ。ポチッと。おいタマカレリン結婚しよう。カレンちゃんでした。やっぱ仲間っていいもんだな。確かにそんなアニメの第一話見たくない。いやいや、タイトルは誰がつけてんだよ。それがオチになってたじゃねえかよ。いけ。頼む。止まっちゃった。ユッキーが参加しないからだよ。入る隙間がなかったんだ。数打っても高得点は出せないわ。ちゃんと打ち合わせしてから臨まない？そうだな。そうそっか。じゃあ押すわよ。とにかく熱量の高い作品だったわね。元からファンで原作は何度も読み返してます。すごく思い入れの深いキャラが演じられたなと。終わってみれば一瞬だったな。あ、このシーンがお気に入り。第1話から何を見せられるんだよ。絶対面白いわ。笑いをこらえるのに必死だったもの。お前そんなキャラなのか？合ってるのか？一本。やったわ。これで先に進めるな。結局今の茶番みたいなのは何だったんだ。さあ、神が余興を楽しんでるんじゃない？はしご発見。登っていけばいいんだな。ええ、先に行くわ。あれ、まだ出口じゃないの？ええ、
ギルドは幾重にも階層が分かれてるの。今はそのどのあたりなんだ？それは私にも分からない。人がいる。うちの仲間じゃねえな。お前らの知り合いじゃないのか？違う。制服を着ていないもの。後ろから似たような人たちがゾロゾロと現れましたよ。手を振っているわ。よう、どうした？正体も分からないのに近づいていける勇気がすごいわね。大丈夫だって。グローブとバット持ってるから敵じゃないよ。はあ？グローブとバット？とにかく私たちも行こふんふん。なるほど。う。ボディーランゲージで会話してる。相手は話せないのか？どういう連中なんだ？私らと野球がしたいってよ。ちょうど9対9だし。こんな状況で野球？そんなことしてる場合じゃないだろ。出ないと通してくれないんだって。意味わかハモっちゃったじゃなんねえ。なんか負けた気分になるな。い。なんでよ。苦労させられてるポジションを自覚しちまうからだよ。ねえ、そんな無駄話している場合？そして一番言われたくないやつに言われちまったよ。どうして私なの？一番ぼーっとしてるからだよ。人を見た目だけで判断しちゃいけないわ。いや多分合ってるよ。それは違うと思います。入ってくんなよ。大体合ってんだよ。私の言ってることの方が正解なんだよ。試合やりましょう。なんでお前が燃えてんだよ。生徒会は主催する側で球技大会には参加したことないから。私も燃えてきたぜ。ええやないか。やったる。こんな状況で試合する気かよ。ひでえ集まりだな。じゃあよし、しまっていこはいヒットっと。ラーマーは貯めておいたわよ。う。さーて、エースで4番の私の出番きた打つ方でも才能を見せられるのが怖えよ。天はブツを与えすぎてねえだろうな。ほーら見ろ、与えすぎてた。軽々外野を越えていっちゃった。やるわ。ふんふん。なるほど。またボディーランゲージで会話してる。5回で10対0だから私らのコールド勝ちだって。やったな。野球も強かった。何度も球技大会は経験しましたが、勝ったの初めてかもしれません。こんなに楽しいものだったのね。いやいや、なんでこんなとこで野球なんてさせられるんだよ。みんな満足して帰っていったし、これで先に進めるからいいじゃん。そのゾロゾロ去っていく人たちを追いかけるべきじゃない？帰り道知ってるかも。消えてる。忽然と。どこから来てどこに帰っていったってんだよ。ゾッとするようなことを言ったつもりでしょうけど、ゾッとしませんよ。ゾッとしたわ。何と戦ってんだよ。まさか死後の世界の仕組みが働いているというの？どういうこと？いえ、まだわからないわ。とにかく地上を目指しましょう。そうすっか。また同じドア。ということは。ええ、お題よ。こんなアニメは見たくない。その特別編の予告とは？じゃあ押すわよ。ようやくたどり着いた。この先に奴が待つのね。長い長い旅だったわ。でもそれも悪くなかった。じゃあ行くとしましょう。誰も死ぬなよ。ええ。最終決戦は最終話で終わってるものだろ。
お願い。打ち合わせ時点で笑い転げていたのに。相変わらず楽しそうだな。じゃあ押すぜ。なんや、なんかの記事か。まだわかんねえな。不思議な機械に入っていく。細かく刻まれていくわ。あの形状見たことある、食べたことある。なのに出てこない。予告で正解を出してしまうなんてやるわ。お前のキャラ本当にそれで合ってんのか。いけ。止まっちゃった。またユッキーが参加しないからだよ。下はいたろ。じゃあ押すわよ。そこじゃない。違うんです。なんて伝えればいいのよ。もどかしい。つむじ以外の名称なんてこっちは知らないの。ある意味見たいお願い。このネタがそんな。どんだけショック受けてんだよ。じゃあ押すぜ。何この小さな包み。可愛らしい。うちには似合わん。これはソース。やばい。きなこがすげえこぼれるじゃねえか。なあ、どうやって食べるんだよこれ。それだけでどうやって1話持たせるのか確かに謎すぎる。一本。さすがうちらや。これでまた先に進めるな。はしごだ。いい加減地上で会ってくれよな。先に行くわ。どうだ。残念、まだ地下ね。どこまで続くんだよもう。また注意して進むしかないわ。何か落ちてる。え、犬のおもちゃ。罠だったりしないの？どっかで見覚えあるわね。危険なものではないと思うけど。子供が落としたのかもな。拾っておこう。おっと、泣き始めた。何かボタンを押しちゃった？手に持っただけだけど。うっせえから置いてけよ。子供の落とし物だったら届けてやりたいじゃん。それでキャンサーまで呼び寄せちまうと思うんだがな。また落ちてますけど。おっと、こいつも子供が落としたのかもな。拾っておこう。おっと、こいつも泣き始めた。でも落とし物なら届けなきゃな。あなた意外に優しいのね。いやいやいや。1名は何もしてないだろ。また落ちてる。こいつも子供が落としたのかもな。拾っておこう。よーしよしよしよし。生きてるわけじゃねえからな。
こいつも子供が落としたのかもな。拾っておこう。いい加減うっせーわ。どれだけ拾ってどれだけ泣き続けさせるんだよ。だって勝手に泣くんだもん。スイッチとかねえのかよ。切れよ。ないね。なら乾電池抜けよ。そんなパネルのようなものも見当たらないな。向こうに犬小屋みたいなのが見えるんですけど、あそこに届けるというのはどうでしょう。おもちゃの犬をか。それで何か起きるってのかよ。すでに不思議なことならたくさん起きてるわよ。そうしてあげましょう。そうだな。犬小屋に置いておけば子供たちも気づくかもな。うるせえからとっととそうしてくれ。ほら、ここでご主人を待つんだぞ。犬小屋が消えて扉が現れてる。本当に起きやがった。不思議なことが。またお題よ。こんなアニメは見たくない。その最終話の予告とは。またあれやんのかよ。まあまあ、いいじゃない。じゃあ押すわよ。みんなで頑張った2枚いじとりあえず読んでみた俳句意味もわからず見たの無駄に早く起きるようになった最後の最後に何見せられるんだよ。いけお願い。ダメか。面白いと思ったのに。じゃあ押すぜ。やたら多かった。キャラクタよくわからなかった。ー最後の敵声優も歌えるのに歌唱は別いつまでも出ない。セカンドビート全身がムズムズするわ。いけ。頼む。止まっちゃった。またユッキーが参加しないからだよ。舌は完全にいたろ。じゃあ押すわよ。最後まで聴いてしまうボーカル無駄に話しかけてしまう曲猫作中で言わなすぎて忘れてるセラフィムコード司令官にも「そこがお前の墓場だ!」と言ってのける山脇の信玄のずぶとさ。なんだよそれ。なんかのゲームの話かよ。一本。私たち無敵じゃない？お前いつもテンション上がるところおかしいだろ。またはしごだ。これを登れば地上であることを願うぜ。先に行くわ。ああ、頼む。地上ではないな。大量のコンテナ。
なんかの保管庫か？補給倉庫よ。もしかして。食料と水があるわ。おいターマー、そろそろ緊張解け。そういうお前の方が緊張してんだよ。何に緊張してんだよ。もしかしたら巻き込んじゃったのは私たちの方かもしれない。なんでそう思うの？トラップの仕掛けが仲間に由来していることに気づいたから。大喜利は大山くんが大好きだった。野球は日向くんが野球部だった。犬のおもちゃは椎名さんのコレクション。神のいたずらならそんな仲間の趣味や思考まで取り入れたりしないわ。だったら何だってんだ？私たちの思い出作りとか。そんなゆり冗談が過ぎるわ。いや、あんたが一番楽しんでるじゃない。大喜利とかノリノリじゃない。確かに。この子バカなのか？私たちは死後の世界にいた。それは間違いないのよ。死んだ記憶もあって、死なない世界で年も取らずに何十年と過ごしていたの。夢とかではなく？集団で見るはずがないわ。目覚めてからすぐには分からなかったけど、途中からかなでちゃんともすでに和解していることに気づいてた。ようやく思い出してくれたの。ええ、かなでちゃんにもその世界で長い間過ごしていた記憶があるはず。そうね、あるわ。あるんだ、そんな世界。入江さんもそうよね。はい、そうです。何十年と居続けて、そして卒業したのよ、その世界から。ただその後何が起きたかは覚えていないわ。そりゃそうよね。生まれ変わるにしても記憶の引き継ぎなんてあるわけない。前世の記憶なんてないもんな。だったら思い出を作っても消えてなくなるんじゃ。あなたたちにはわからないかもしれない。でも死後の世界を経験したからわかるの。魂は存在するの。そして次の生に向かうにはそのありようが大事なの。ありよう？徳を積むとかの話か？そんな大層なものじゃないわ。次の生が楽しみか、それだけのことよ。じゃああんたらはまだ楽しみじゃないってことか？私はひとまず復讐を果たし終えた。かなでちゃんは？ありがとうを伝えられたわ。入江さんは？あれ、もしかしたら私のせいなんでしょうか？言ってみて。まだ晴れていない思いがありまして。まだ痛いと思ったのね。はい、すみません、こんなことになって。いいえ、私が残ったのもかなでちゃんとこんな風に遊びたかったって告げたせいだと思うから気にしないで。私もそれに呼応するように残ったのかもね。それらを叶えるには私たち3人だけじゃ足りなかったのよ。だからあなたたちという新しい仲間と昔の仲間たちが考えた遊びを用意してくれたのよ。キャンサーが現れるのはどうしてだろうな。共闘するのが一番手っ取り早く仲間意識が芽生えるからだと思うわ。じゃあここは死後の世界ってことになるの？そう。だからあなたたちを巻き込んじゃって申し訳ないと思っているところなの。死なないの？やったー！キャンサーに勝てるじゃん。この世界で勝っても意味ねえだろ。現実で勝たないと。そっか。だからきっとこの先も私の仲間由来の遊びがひたすら続くだけ。
それに付き合わせることなんてできないわ。と言ってここであんたらを置いていくあたしらじゃねえぜ。せや、仲間なんやろ。うんうん。乗りかかった船だしね。気が晴れるまで遊びまくりましょう。そんなことしてる場合か。まあ帰る方法すらわからねえけどさ。あなたたち。とりあえずは交代で休みましょう。あなたたちが先にどうぞ。わかった。じゃお先に。ゆりっぺさん、立花さん。どんな話でも聞くわよ。ね、かなでちゃん。ええ、仲間だもの。ありがとうございます。聞いてもらいたいです。この状況を終わらせる方法を見つけるためにも、10円玉にみんなの指を乗せて、霊に来てもらう遊びって知っていますか？あるってことだけは知ってる。あれは決して遊びなんかでやってはいけないものだったんです。まさか本当に霊が呼び出せたの？じゃないと説明できません。まあ、死後の世界があるぐらいだものね。でも、私を襲った出来事は、明らかに私を追い詰めようとする怪奇現象でした。うちの学校では、その遊びはさとこちゃんと呼ばれていました。それはこの学校で昔、いじめにあって、屋上から飛び降りて死んだ子の霊を呼び出すというものでした。すみません、遅れまして。よし、生徒会長も来たことだし始めよう。議題は例のあれ。ええ、また授業中にパニックを起こした生徒が出たって2年 C 組の委員長から報告があったわ。昼休みに呼び出した霊が教室に居ついてしまったって言ってたな。これで何件目だろうね。みんなどうしてそんなことを。怖いもの見たさだろうな。バカな連中だ。霊が教室にいるという自己暗示にかかっているに過ぎない。それでパニックに陥るの？ああ、特に女性はそういうのに過敏だ。だったら放っておいても。けど校内で流行っていることは事実。生徒会長、これは由々しき事態だ。生徒会の権限で禁止にでもすればいいのかな。まずやるべきは、あんなものは嘘っぱちだって証明してやることじゃない？もしかして私たちでやってみるってこと？それ以外証明する方法はないだろ。カメラずっと回しておいてさ、その動画を見せれば説得力も増すさ。でももし本当だったらどうしよう。怖い。大丈夫。霊なんて存在しないってば。テレビでやってる心霊現象なんて全て局の作り物だから。カナがそう言うなら。よし、決定。まず大きめのサイズの紙に円を描いて、その上にたくさん縦線を走らせるらしいわ。こう？そう。そしてその左右に「はい」と「いいえ」を、そして下には50音を書き連ねて。これでいい？いいわ、完成よ。この円は何なの？さあ、私はやり方を聞いてきただけだし、その子もこれが何かは知らないみたいだったわ。そうなんだ。そして縦線を走らせた円の上に10円玉を置く。これで準備は終わり。おい、見えるか？これから何が起きるか、カメラの向こうのみんなも一緒に見てくれよね。何も起きないことを証明するんだぞ。そんなアピールは不要だ。じゃあみんな、10円玉の上に指を置いて。ああ。おう。はい。こう？そう。じゃあ恒例の呪文を唱えるわ。さとこちゃん、さとこちゃん、一緒に遊んでください。私たちは邪悪なものではありません。
心優しい者の集まりです。だから安心してください。もし遊んでくれるならハイの方に移動してください。動いた。誰だ？力入れてるのは。私は入れてないわよ。入江さんは？もちろん入れてない。やだ。手を離したらダメだ。カナが話しちゃった。さとこちゃん、まだいますか？もう動かない。これ以上は無駄だ。やめよいいのかよ、途中なのに。う。証明することには失敗したんだ。切り上げだ。カメラも止めろ。誰にも見せるな。この紙はどうするの？ただのゴミだ。こうして丸めて捨てるだけだ。さとこちゃんを終えるには帰ってもらう呪文を言わないといけないんだけど。ねえなんて存在しない。くだらない。こんなことに使う時間があるなら勉強をしていたい。帰らせてもらう。このまま解散していいの？しんのすけが帰るって言うし仕方ないよ。もう髪もぐちゃぐちゃだしね。私のせいでごめんなさい。いいんだよ、カナ。私たちも帰ろう。ただいま。おかえりなさい。今日はお父さんも一緒に食べられるって。だからちょっと待っててね。その間に宿題済ませておくね。英語から片付けようっと。問題集と一緒に何のプリントだろう。さっきまでさとこちゃんを呼ぶのに使っていた紙。でもしんのすけくんが丸めて捨てたはず。こんな綺麗な状態でどうして。ちゃんとカナの字だ。幼馴染の字を見間違えるはずがない。どうして。携帯こんなタイミングで。はい、入江です。俺だよ。なべくん。カバンの中にさっき捨てた紙が入ってたんだ。まさか。俺だけじゃない。かなちゃんやまゆやしんのすけもだ。生徒会長もそうなんじゃないかと思って連絡してみた。知らない。何も入ってなんかいない。本当か？大丈夫。もうすぐ夕飯だから切るね。こんな非科学的なことは起こるわけない。でもこんな気持ち悪いものゴミ箱に捨てておけない。燃やすべきだ。あの時捨てたものがみんなのカバンの中に入っているのだとしたら、帰ってもらう呪文を言わなかったからみんなの家にまでついてきた。嫌だ、怖い。怖くて眠れなかった。ん？マユは遅刻か？いや、体調不良で休むと学校には連絡があったらしいんだが。だが、なんだ？俺にこんなメールを送ってきた。見てくれ。これだけ？あ、一体何なの？話を聞きたいが、体調不良で休んでいる相手に連絡するってのもな。怖いよ。不気味すぎる。きっとまゆ
いちゃんも自己演じのようなものにかかってるんだよ。だからみんなはしっかりして。そうだな。カナもね。みんな聞いてくれ。何？怖い顔して。うちの母親が知っていたんだ。さとこちゃんは実在したらしい。まさか。今は使われてない旧校舎で事件は起きたらしいんだ。学校としては失態だ。だから教師たちはそれを隠蔽している。嘘だ。この学校の先生たちが？信じられない。一つだけ確かめる方法がある。何？図書室に歴代の卒業アルバムが保管されてる。それを遡っていけば見つけられるかもしれない。でも名字ぐらいわからないと。猪俣。珍しいから見つけやすいだろう。すごい量。案外歴史がある学校だったんだな。5年分ずつ手分けして調べよう。見つけたのか？見せてみろ。これは家だ。怖い。でも確かめなきゃ。こんなことが。顔の表情すらわからないほど異様に長く伸ばされた前髪。さとこちゃんをやるときに用意する髪。その中心に縦線をたくさん走らせた模様。まんまだ。すべてがつながっていく。住所が書いてある。お宅にお邪魔しようよ。墓前でむやみに呼び出してごめんなさいって謝ろうよ。そうだな。住所を書き留めておく。ここのはずなんだけど。空き地。どういうことだ？近所の人に聞いてみようよ。隣の空き地って10年ほど前には一軒家が建っていたと思うんですが、交流はありませんでしたか？はい。私は20年以上ここに住んでるけど、隣はずっと空き地よ。住所間違ってない？これでも初期だぜ。書き間違えるかよ。ねえ、どういうことかわかる人いる？もしこの空き地に住んでいたというのなら、近所の人たちも隠蔽をしているってことだ。どうして？どんな理由で？おそらくタブー。超自然的な力や霊現象は共同体において触れてはならないものとされる。メール、しんのすけくんからだ。どういうこと？何が私たちの身に起きているというの？おはよう、生徒会長。挨拶しただけなのにそんな怖がらなくても。ごめんなさい。ずっと誰かに見られてる気がする。振り返ったらあの前髪を垂らしたさとこちゃんの顔があるんじゃないかって。怖くて怖くて、もう嫌だ。頭がおかしくなりそう。今度はしんのすけが欠席だ。体調不良らしい。そんな、しんのすけくんからのメール、
もしかしてみんなにも届いた？カナにも？俺にもだ。次は私の番かもしれない。何が？いなくなるのが。誰もいなくなってなんかいないよ。まゆちゃんもしんのすけくんも体調不良で休んでるだけだよ。違う、今起きてるのはそんなことじゃない。何者かの意志で一人ずつ消えていってる。そんな、まさか。生徒会長もここまで来りゃわかるだろ。俺たち全員呪われてんだよ、里子っていう死人にさ。こんなことって本当に起こり得るのだろうか。もう立っていられない。怖い。家に帰りたい。臨時放送です。2年 A 組の中田香奈さんを見かけた方は至急先生に報告してください。繰り返します。今度はカナが消えたんだ。本当だったんだ。これは呪いだ。私たちがタブーを犯してしまったんだ。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。早く帰ろう。お母さんとお父さんならきっと守ってくれる。相手が誰であろうと、もう生きていない命であろうと。そして帰り道、地下鉄のホームで電車を今か今かと待っていた時です。肩を叩かれました。あまりの怖さに、私は逃げ出したんです。黄色い線の向こう側に。次目覚めたのが死後の世界の学園でした。そんな最後だったの？現実でそんなことって起こり得るのかしら。ねえ、失礼なことを聞くけど、あなたのようなおとなしい子が生徒会長になった経緯を教えてもらえない？はい。私はいつだって目立たない子で、目立つことを嫌ってきた人間でした。注目されると息が苦しくなって逃げ出したくなって、人と面と向かって話すのも苦手で、すぐ顔が赤くなって、小さい頃はからかわれて過ごしました。そんなあなたがどうして？始まりは中学3年の時にクラス委員長に抜擢されたことです。それはなんていうか、面白半分で投票だったんですけど、誰かが面白がって推薦で候補に挙げて、それで他のみんなも面白がって私に投票したんだと思います。それでクラス委員長になっちゃって、もっとふさわしい人はいっぱいいたのに、でもなったからには頑張らなくちゃって。頑張り抜いたのね。それはもうひどいクラス委員長だったと思いますけど、1年続けました。そのクラスメートの誰かが高校にもいたんじゃ。誰かどころかエスカレーター式なので、ほとんど同じ顔ぶれでした。え？ことあるごとに私は目立つ場所に立たされました。それで行き着いたのが2年生の2学期に行われた生徒会選挙で、私がまたも推薦で候補に上がって。みんなが楽しがって投票して生徒会長になってしまったと。はい、そんなところです。入江さん、この際はっきりと伝えるわ。その里子ちゃんの一連の出来事は、あなた以外の生徒会メンバーがグルだったのよ。どういうことですか？
あなたを騙していたってこと。私の予想だと、どこかにカメラが隠してあって、ずっと入江さんの挙動を捉えていたと思うの。はい。要は、ドッキリよ。どうしてそんなことを？動機は例えば、文化祭で我が校の面白生徒会長として上映しようとしてたとか、ドッキリのコンテストがあってそれに応募しようとしてたとか考えられるわ。そんなことないはずです。だって入江さん自身は一度もオカルトに出くわしてないじゃない。周りがそういうことが起きているとあなたに伝えているだけで。あれ、本当だ。ゆりすごい。でも初期の子の親もさとこちゃんの事件は知ってた。あなたは直接聞いてないんでしょ。初期の子の作り話を。さとこちゃんの家がなかったことは？元から空き地だった。周りの住人が知らないのは当然。だったらなんでそんなことを？その答えはあなたの口からすでに出ているわ。まさか。面白半分だって。でもそんな人を死に追い込むようなことはしない人たちでした。特に会計の子は私の唯一の親友と言ってもいい子で、小学生の頃からの幼馴染で。もしかしたら最後に入江さんの肩を叩いた子こそがその親友かもしれないわ。どういうことですか？そんな危険な場所で親友のあなたを驚かすはずがないもの。純粋に知り合いがあなたの肩を叩いたのよ。でもあなたは生徒会がグルになって行っていたドッキリに引っかかっていたからパニクって線路に飛び出した。私そんなことでまたみんなに迷惑かけたんだ。何言ってんのよ。いい迷惑なのはあなたの方でしょ。だってそんな理由で私が死んじゃったりしたら生徒会のみんなもかなもずっと後悔し続けるはずです。そう。あなたはそんな過去を抱えて死後の世界に存在していたんだ。追い込んだ人たちを恨んでも仕方ないぐらいなのに、入江さんは優しい人なのね。そろそろ交代しなくちゃな。そうね。今は休みましょう。そしてそれからどうするかを考えましょう。入江さん、眠れそう？疲れ果てているのでおそらく。今は休んでおいた方がいいわ。はい。